藤江でございます。ソリーナ V。アートリアのソリーナ V。見てくださいよ。ソリーナですよ。これね、ソリーナって何かというと、ストリングスアンサンブルという機械でね、70年代、1970年代半ば頃かな。まさにアナログシンセが大前線になってポリシンセができる前の段階で、どうしてもそのね、プログレッシブロックも含めポップシーンでも含めストリングスをうまく使いたいと。ただモノシンセでバイオリンの音は出るけども大変数のストリングスの音ってやっぱ難しかったんですね。やっぱね多重録音してもね。というのもあってこれがこう出たわけですよ。これだから純粋なシンセサイザーではなくてこのストリングスアンサンブルってやつ、こういうでもこのソリーナのこのストリングスの音でね、今聞いてもいい音だと思うけど、オーケストラの方々ね、フルオーケストラの方々がこれで仕事がなくなるんじゃないかって訴訟を起こしたりとかそういう事件も起こったりとかしたぐらいのねものだったんですよ。でも今聞くとねそんなことはありえないんだけど、でも当時はもうびっくりしたんですね、この音でストリングス。オーケストラが仕事がなくなるとは言ってもね、こういう音ですから。でも今聞いてもいい音だよね、とてもね、とてもいいと思います。でどういう仕組みになってるかというと、この重厚なパネルを見て分かる通りパネル自体はね非常にシンプルです。このね電気がついてるところが音が出るんだけども、これビオラとかバイオリンとかトランペットとかハオンってあるじゃない。じゃあバイオリン出してみますね。全く素の状態のバイオリンでこういう音がします。これですよなんじゃこれって音なんですけど、でクレッシェンドっていうのはアタックタイム、ちょっとふわーって出る感じで、リリースがサスティンレングスっていうのがリリースタイム。ということね。でビオラが1オクターブ下で、トランペットちょっと中音域が効いた感じ、ホルンという音があるんだけども、これねもう一回バイオリンだけ出しますね。これでね絶大な効果を出すのがこのアンサンブルってやつなんです。これね聞いててね、この音がこれをオンにするとこうなるのよ。オフ。もう人数感がもう出ちゃう感じ。コーラス、多層のコーラスっていう感じなんだけども、例えば1オクターブ下のビオラと組み合わせるとこんな感じになるわけよ。トランペットと入れるとより重厚な厚みがある感じ。ホルン入れると全部4つ入れるとこんな感じ。いいよね。アンサンブルオフ。こんだけの違いがある。でね、ここにコントラバスとチェロっていうのもあって、これも入れると低音源、この下の方からスプリットになってて、その音からコントラバスとチェロも入る。で上と組み合わせることでこういう仕組み的にはこういった仕組みになってるんですよ。でね、さすがアトリア面白いことやりますね。またねこれオープンをやるとオープンこうなるわけよ。よくできてます。2系統のエフェクター、もう一つ実は3系統リバーブもあるんですけど、これがねよくできてる。例えばねリバーブ入れてみますね。これでねこれリバーブがねプリセットがすごいんだよ。
レブ1、デップ5とかなんか RSP の550とか、まあ聞いたメーカーの機種がありますね。こういったものでこうね、例えばロングリバーブ、お、いい感じでしょ。でそのリバーブの送りはここでやります。リバーブミックスってやつね。じゃあエフェクト、この上の今アナログコーラスになってますけど、アナログコーラス、じゃあこのエフェクト1で入れてみましょう。さらにアンサンブルに深くコーラスがかかるというね。で次にディレイ。でディレイもかかるというね、素晴らしいアナログとデジタルのディレイを、ミックスで選ぶことができますね。すごいよくできてる。でさらにね、ここがすごいんだけど、これ有名なポリモーグのレゾネーターってやつをねここに入れてるそうで、これ低音域、中音域、高音域でカットオフとゲイン、これをね調整できるんですよ。これもねいくつかこうプリセットもあって、これバイパスだとこう、ローだとバンドパス、はい、見事に特徴が出てるよね。もちろんここでレゾナンスとカットオフ、ハイのね、よくできてますよこれ。ヒューマンボイスっぽい音も出るよね。でオープンにするとね、ここにもう一個ヒューマナっていうのも出るんだよね。これもちょっと変わった、ちょっとヒューマンボイスっぽい感じの。これよくできてますね。でさらにね、ベース、これでしょ。ベースのパート、ベースのセクションの、リリースアタックも変えられて、これねアルペジエータもついてるの。これはよくできてるね。よくやりましたねこれね。というようなこともできたりとか、さらにすごいのがこれね、アフタータッチでここマスターセクション、今アフタータッチでブライトネス、こういうこともできてしまう。すなわち普通の状態だとこうだけども、シンプルな状態だけどオープンにすることでより多彩な音作りができてしまう。さすがアトリアソリーナ V、 すごいね。でそうやって作ったいろんなボイスっていうのはもう死ぬほどプリセットが入ってます。もちろんちょっと見てみましょうか。いろんな方が、いろんなプリセットを作ってますね。例えば面白いよね。これなんかアナログシンセっぽいよね。これは使えるね。使える音がいっぱい入ってますね。素晴らしいと思いますね。やっぱりねストリングスのグループがいろんないい音が入ってますね。さすがストリングスアンサンブル。
いいねこれね。ご機嫌にいいですね。他にもいろんなちょっとサウンドエフェクトっぽいやつ、これアルペジエーター使ってますね。ちょっとピッチが狂った感じ。おもろい。このようにね、非常に多彩な音色がもう作れてしまうという、これ普通のっていうか本物のソリーナじゃ絶対出ないですからね、こういう音はね。というのもあって、非常によくできてるんじゃないかと思いますね。アルペジオも積極的に使うことでこういうことができますね。面白いね。やっぱり一番使い手になるのはやっぱりストリングスかなと思いますね、やっぱりね。ソリーナ V、より積極的にいろんな音作りでいろんなシーンで使って非常に面白いんじゃないかと思いますね。もちろんソリーナとしてのアイデンティティのある音色もそうだけど、よりアグレッシブに効果的に使うのもいいんじゃないかなと思いますね。ソリーナ V でした。